宇宙の果てまで観測できるようになった現代でも、実はこの地球の内側には人類がどうしてもそこに到達できない絶対領域がいくつも存在しています。暗黒の海深くに口を開ける巨大なブルーホール。ジャングルの中に突如として現れるエッフェル塔すら飲み込む巨大な縦穴。そして人類が科学の息を集めて掘り進めた1万メートルを超える地獄への入り口。これらの穴は単なる空洞ではありません。そこには数十万年前の地球の記憶や、独自の進化を遂げた未知の生命体、そして現代の科学を沈黙させる説明不能な謎が封印されています。今回は、最新の科学調査でも特定の男性の執念でも未だ全貌がつかめていない世界各地の巨大な穴の正体に迫ります。一度覗けば二度と元の世界には戻れないかもしれません。それでは地球の深淵へと続く旅を始めましょう。場所は中央アメリカのメキシコ、ユカタン半島の東海岸にあるチェトーマル湾。2024年、この海域にある、ダーム、ブルーホールを調査していた研究チームから世界を驚かせる発表がありました。これまで世界で最も深いと言われていたのは、南シナ海にあるドラゴンホールの約300メートルでした。しかし、このターム、ブルーホールの深さを最新の機器で計測したところ、難度水深420メートルを超えていることが判明したんです。420メートル。これは、東京タワーを丸ごと沈めてもまだその上に100メートル近い余裕があるという桁外れの深さです。驚くべきはそれだけではありません。実はこれ、420メートルまで測れただけであってそこがそこだったわけではないんです。そこがそこだったわけでは。研究チームは水温や塩分濃度、圧力を精密に測定する CTD プロファイラーという最新のセンサーをケーブルで下ろしていきました。ところが420メートル地点に到達してもなおセンサーはそこに触れることがありませんでした。それどころか機器をつないでいたケーブルが途中で流されてしまったり、限界まで伸ばしても届かなかったりと現在の科学技術をもってしてもその真の底を拝むことは叶わなかったのです。まさに地球が隠し持つ底なしの闇。では、この先には一体何が広がっているのでしょうか。この調査では、そこそこ不気味な事実も浮かび上がっています。それこそ水深400メートル付近の海水を分析したところ、驚いたことにその成分や温度が外界の海水とほぼ同じだったのです。ブルーホールは通常閉鎖的な空間であるはずですが、なぜ深い場所で外の海とリンクしているのか、科学者たちはこう推測しています。この穴の底には外界へとつながる巨大な地下トンネル網が張り巡らされているのではないか。つまり、私たちが目に見えている穴は氷山の一角に過ぎず、その奥底には地球の深部を駆け巡る未知の巨大ネットワークが隠されている可能性があるのです。もしかするとそこの底には、人類が一度も目にしたことがない独自の進化を遂げた生物たちが潜んでいるのかもしれません。メキシコ沖の海に潜むブルーホールも驚異的ですが、陸の上にも目を疑うような巨大な穴が存在します。場所は中国、重慶市宝雪県。深い山々に囲まれたこの場所に、世界最大のシンクホール、詳細天候が口を開けています。中国語で、天の穴を意味するこの場所は、その名の通り、まるで神が巨大なスプーンで大地をくり抜いたかのような異次元の光景が広がっています。まずその規模が圧倒的です。開口部の直径は約626メートル、そして深さは最大で662メートルに達します。数字だけではピンとこないかもしれませんがイメージしてみてください。あのニューヨークの自由の女神を6つ垂直に積み上げてもまだ地上に届かないほどの深さです。エッフェル塔であれば2つを上下に重ねてようやく届く計算になり、スカイツリーならちょい届かず、モットンなら296.86人がまさに地球が隠し持っている規格外の落とし穴と言えるでしょう。この詳細天候が世界中の地質学者を引きつけてやまない理由はその大きさと二重入れ子構造と呼ばれる極めて珍しい形状にあります。この穴は単純なバケツのような形をしているわけではありません。上部にある巨大なボール状の穴の中に、さらに深い垂直の穴が掘られているような二段構えの構造になっているんです。このような複雑な造形が自然の力だけでどうやって作られたのか。その秘密は、数十万年という気が遠くなるような時間に隠されていました。この巨大な穴を生み出したのは、目に見えない地下河川の仕業です。
この地域一帯は石灰岩でできており、雨水によって溶けやすいという性質を持っています。はるか昔から、激しい地下水の流れが数キロメートルにわたって石灰岩を削り続け、地中に巨大な空洞を作り上げました。そして数十万年前、その空洞の天井が自らの重さに耐えきれなくなり一気に崩落。その結果、この巨大な天の穴が地上に姿を現したのです。現在もこの穴の底には、全長約 8.5km にも及ぶ巨大な地下河川が流れており、今この瞬間も地球を内側から削り続けています。しかしこの穴の本当の凄さはその深さや形成プロセスだけではありません。実はこの深淵の底には、外界から完全に切り離された別世界が広がっていることが判明したのです。エッフェル塔が2つ沈むほどの深淵。6本なら290そう聞くとそこには光も届かない。ただ暗く冷たい岩の世界が広がっているように思えるかもしれません。しかし詳細天候の底に降り立った調査隊が目にしたのは、私たちの想像を絶する光景でした。そこには外界から完全に切り離されたみずみずしい緑が茂る、原始のジャングルが広がっていたのです。この穴の底は周囲を垂直の壁に囲まれているため、数万年もの間地上の生態系から隔離されてきました。まさに、現代に実在するロストワールド、失われた世界です。驚くべきことにこの閉ざされた空間には、確認されているだけで1200種以上の植物が生息しています。中には絶滅したと思われていた生きた化石と呼ばれるイチョウの野生種や、地上ではめったにお目にかかれない希少な動植物が独自のコミュニティを形成しているのです。霧に包まれた低地を密かに歩く雲氷の影、地下河川のほとりに潜む巨大なジャイアントサラマンダー。そこは人類の文明が一切届かない地球本来の姿が保存された生命の箱舟でした。しかしここでの生存は決して容易ではありません。何しろ深さ600メートルを超える穴の底です。太陽の光が届く時間は極めて短く、植物にとっては致命的な環境のはず。ところが近年の科学調査によってここの植物たちが驚異的な進化を遂げていることが判明しました。通常の植物は太陽光を浴びて炭素を取り込み成長しますが、光の乏しいこの穴の底ではその戦略が通用しません。そこで彼らは少ない光でも効率よく成長できるよう低炭素、高窒素という特殊な栄養摂取を行う体質へと作り変えていたのです。限られた資源を最大限に活用し、暗闇の中で生き抜くための独自のアップグレード。この生命のたくましさには調査した科学者たちも言葉を失ったといいます。なぜここまで特殊な環境が維持されているのか。その理由は、穴の内部に独自の気象条件、いわゆる微気候、マイクロクライメイトが存在するからです。外界が嵐であろうと猛暑であろうと、深い低地は常に一定の湿度と温度に保たれています。この天然の温室のような環境が独自の進化を加速させ、地上では絶滅してしまった種を守り続けてきたのです。科学者たちはここを、地球の進化の歴史を遡ることができる天然の実験室と呼んでいます。陸地の奥底に眠る緑の深淵が生命の神秘を物語る一方で、海に開いた青い深淵は私たちに地球のダイナミックな変遷を突きつけます。宇宙からもはっきりと確認できるほど巨大で美しいカリブ海の宝石、中米ベリーズ沖に位置するグレートブルーホールです。直径約300メートル、深さ約125メートル、周囲をエメラルドグリーンの浅瀬に囲まれ、そこだけがぽっかりと濃いサファイア色に染まったその姿はまさに、海の怪物の目のようです。この場所を世界中に知らしめたのは伝説的な海洋探検家、ジャック・イブクス等でした。1971年彼は自身の調査船カリプソ号でこの地を訪れ、ここを世界で最も素晴らしいダイビングスポットの一つと称賛しました。以来世界中のダイバーが憧れる聖地となりましたが、この穴の真の価値はその美しさの奥底に隠された物理的な証拠にあります。このブルーホールの中に潜っていくと、水深約40メートル地点で驚くべき光景に遭遇します。なんと海中であるはずの場所に、巨大な鍾乳石がいくつも垂れ下がっているのです。実は、これがこの穴の正体を解き明かす重要な鍵となります。鍾乳石というのは、石灰岩の洞窟の中で雨水が滴ることで数千、数万年かけて形成されるもの。つまり、
この場所がかつては海の中ではなく乾いた陸地だったことの揺るぎない証拠なのです。氷河期、海面が今よりも100メートル以上低かった時代、ここは巨大な鍾乳洞でしたが、氷河が溶けて海面が上昇したことで洞窟が水没、重さに耐えきれなくなった天井が崩落し、現在のブルーホールが誕生しました。ここはいわば、地球の気候変動の記憶を閉じ込めたタイムカプセルなのです。しかしこの美しい記憶の箱もさらに深く潜ればその表情を一変させます。水深約90メートル付近に達すると、そこには硫化水素の層と呼ばれる不気味な雲のような境界線が現れます。ここから下は、海水が循環しないため酸素が一切存在しない、アノキシックゾーンです。光は届かず、酸素もない。そこにあるのは何万年も前に穴に落ちて命を落とした生き物たちの残骸が、腐敗することなくそのままの形で横たわっている静寂の墓場です。自然が作り出した穴は地球の過去を教えてくれます。自然が作り出した深淵も恐ろしいものですが、もし人類がガチで地球の底を目指して穴を掘ったら一体何が起きるのでしょうか。北極圏に近いロシアのコラ半島に実在する人類史上最も深い垂直の穴、コラ超深度掘削口。1970年、当時のソビエト連邦が科学調査のために開始したこのプロジェクトは、まさに地球の皮膚を剥ぐような壮大で超しんどい挑戦でした。人類が掘り進んだ深さは最終的に難度12,262メートル。世界最高峰のエベレストを逆さまにして丸ごと飲み込み、さらにもう一つマリアナ海溝の深さに迫るほどの凄まじい到達点です。しかしこれほど深く掘っても実は地球の半径のわずか 0.2% 程度に過ぎません。人類は地球のほんの表面をひっかいたに過ぎないのですが、そこには科学者たちの予想を根底から覆す発見が待っていました。地下深くは潜れば潜るほど高温、高圧になり、生命など存在できない死の世界だと思われていました。ところが地下7キロ付近で採取されたサンプルからは驚くべきものが見つかります。酸素も光もない過酷な環境下で、24種類もの単細胞生物の化石が発見されました。生命の強靭さは私たちの想像をはるかに超えていたのです。さらに驚くべきことに岩盤の奥深くで液体の水が発見されました。地上の水が浸透したものではなく、岩石の結晶から絞り出された未知のミネラル水です。当時の地質学では、地下数キロで岩石の種類が花崗岩から玄武岩に変わると信じられていましたが、実際には12キロ地点までずっと花崗岩のままでした。教科書が書き換えられた瞬間です。この穴を語る上で欠かせないのが、世界中で拡散された地獄の叫び声という都市伝説です。掘削ドリルが地下12キロで巨大な空洞に突き当たり、そこにマイクを吊り下げると何千人もの人間が苦悶する叫び声が録音された。1980年代後半に広まったこの話は、当時のテレビ番組やネット黎明期の掲示板で大きな注目を集めました。しかし、結論から言うとこれは完全なフェイクです。実際には録音に使用された音源は、ホラー映画の効果音を加工してループさせたものであることが判明しています。科学者たちが直面した本当の恐怖は叫び声ではなく、予想をはるかに上回る180度 C という猛烈な熱でした。この熱によってドリルのビットが飴のように柔らかくなってしまい、これ以上掘り進めることが不可能になったのです。人類の挑戦を阻んだのは地獄の悪魔ではなく、地球が放つ圧倒的なエネルギーでした。しかし今この瞬間、私たちの意志とは無関係に地球の表面に巨大な穴が突如として開き始めています。それは地球が発している切実な悲鳴なのかもしれません。人類が科学の情熱で掘り進めた12,000メートルの深淵。それはある種、人間の挑戦の記録でした。しかし今、地球の北の果てでは私たちの意志とは無関係にまるで大地が悲鳴を上げるかのように巨大な穴が次々と出現しています。舞台はロシア、シベリア、凍てつく大地に現れたその穴は地元の人々から愛撫を込めてこう呼ばれています。地獄への扉と。シベリアのサハ共和国にあるバタガイカクレーターは世界最大のメガスランプです。その姿は上空から見るとまるで巨大なエイかオタマジャクシのような不気味な形をしています。驚くべきはその拡大速度です。現在、年間で約100万立方メートルという想像を絶するスピードで地面が崩落し続けています。
かつては平坦な場所だったこの大地が、なぜこれほどまでに無残にえぐり取られているのでしょうか。その正体は、温暖化によって数万年ぶりに目覚めた永久凍土の融解です。さらに不気味な現象が、シベリアのヤマル半島などで相次いで報告されています。そこには崩落ではなく爆発によって生まれた、深さ数十メートルの完璧な円形の穴が突如として姿を現すのです。そのメカニズムは、まさに地球規模の圧力鍋です。永久凍土が溶けることで地中に閉じ込められていた大量のメタンガスが放出され、逃げ場を失ったガスは地下で巨大な泡となり、地表を押し上げ、そして限界に達した瞬間凄まじい轟音とともに大地を吹き飛ばし、巨大なクレーターが誕生するのです。これは単なる地質現象ではありません。数十万年もの間凍土の中に封印されていた古の力が、今まさに解き放たれようとしている証拠なのです。この地獄への扉が開くことは、私たち人類にとって深刻な地球からの警告に他なりません。凍土の中には、現在の全体気に含まれる量の約2倍にも及ぶ炭素が眠っていると言われています。穴が開くたびに強力な温室効果ガスであるメタンが放出され、それがさらなる温暖化を招き、また新たな穴を作る。この負の連鎖は、一度始まれば誰にも止めることはできません。深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いているのです。自然が作り出した神秘、人類が残した足跡、そして変わりゆく地球が生み出した異変。これまで見てきた数々の穴は、私たちに何を語りかけているのでしょうか。今回はここまで。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。